こんぷわー。大家好、我是プアルです。今回は先日発表された弓の新指揮官アーチャー2人を見ていきましょう。まず MGE での召喚と思われる防衛指揮官チェ4です。イブシキンって感じでいいかもですね。YSG と対立していた人らしく、Wikipedia で紹介されていた画像はこんなん。ではスキルを見ていきましょう。アクティブスキルは円形5部隊への AOE。もうこの響きだけでときめきますね。効果としては発動から10秒間回復するたびに回復量 80% 相当のダメージを与えるというものです。回復量は超過分を含むとあるので、継承の兵数にかかわらず回復できる理想量の 80% ということです。また括弧内の説明にこの 80% という割合は攻撃力に依存するとあります。これはどうやら T1 などの攻撃力が低い兵士を使っても同じダメージが出せるなんてことがないようにするための調整のようです。詳しい計算式は非公開との回答ですが、現環境で攻撃力を高くしても割合は 80% 程度に収まるようです。黄金の国とか特別なバフがあるやつは別ですけどね。実際の数値ですが、回復1400なので1120ほどのダメージになります。これは相手の防御力に関係なく入り、スキルカットの適用にもなりません。影響が出るのは全てのダメージを増減する効果やそれに類するものになるようです。発動して10秒以内なら他の要素でも回復するたびにダメージを与えられるというものなので、これは強そうですよね。で次、これは降参対象って読むんでしょうかね。正確な読み方が分かりませんが、防御力 30% アップ。これは既存の指揮官並みですね。速度 5% アップ。これはないよりはマシって感じで、部隊が弓兵のみの場合、通常攻撃ダメージ 10% アップ。これも普通かな。3番目、高麗守護。このスキルがやばい。受けるダメージ 20% カットで、5秒間ターゲットの継続的なヒットポイントと防御力の上昇バフを無効にする。ここがぶっ壊れの予感。大抵 30% から 50% くらいスキルで上がってますし、天部バフを含めればそれ以上。5秒とはいえそれが消えるのは大きいですよね。さらにクールタイムが書いてないので、ないとするなら恐ろしいことになりそうです。ただアエミリウスのスキルがこれに対抗できそうなので、実際どうなるか注目ですね。4番目、白髪の何でしょうかね、読めませんけど、ターゲットがラリーの場合、治療効果 45% アップ。これは防衛であれば大抵相手はラリーなわけですから、アクティブスキルはほぼほぼ回復が2030、ダメージも1600くらいになってると考えてもいいかもしれませんね。さらにアクティブスキルが発動後7秒以内って定まってるのか、7秒間のことなのかは分かりませんが、とにかく被ってればスタックされてヒットポイント 10% カットってことだよね。これも強そう。で、覚醒スキルが中根義白かな。反撃ダメージ 25% アップ。で、ターゲットの兵数が自分より少ない場合、反撃ダメージ 40% アップになる。これはかなりスワームしにくい防衛になりそうですね。特に良いところの総評です。円形 AOE 攻撃と回復持ち、そして何といってもヒットポイント防御のデバフでどれだけ差が出るかですね。スワムへの強さもあり、大活躍の予感ありです。防衛のペアはリードか安定の副将ヘラクレイオスが第一選択肢になるかと思います。ペアがリードの場合、主将天部は回転の速い補助か回復もある防御がいいのか、実装後見極めたいですね。時点では副将諸葛亮あたりが候補になりそうです。ソーシングのある KVK では
ゴルゴ、ゼノビア、リチャードなんかとのコラボもとても気になるところですね。軍旗は治療 5% アップの円形陣やシールドのあるペアなら亀甲陣なんかが良さそうですね。次はシャジャルです。マムルーク朝の初代スルタン、イスラムの女性君主です。野戦に特化した指揮官ですね。こちらがルーレット指揮官かと思われます。アクティブスキルは生命の木。首相副将で効果が全く変わる初めてのタイプですね。首相の場合、単体スキルダメージ2800とダメージ自体は過去最高の設定です。副将の場合は2000回復してその 80% 相当をダメージとする。だいたい1600程度ですね。そして10秒間回復するたびに 80% 程度のダメージを与えると。これは単体スキルですが、チェヨンのアクティブスキルと同じ性質のようです。さらにターゲットに対し3秒間 50% 足を遅くするので、少しは逃げられづらくなるかもですね。2つ目はスルタンの威厳。弓兵のヒットポイント 35% アップ、速度が 20% アップ。これはやや高めかな。3つ目のスキルが経験の甘露。野戦時受ける通常ダメージ 10% カット。さらにアクティブスキル後に円形3部隊500回復する。クールタイム3秒は首相副将で連続しないようにする意味合いですかね。3秒なので問題なく頻発できると考えていいでしょうね。副将運用であればここもダメージソースでアクティブスキルにプラス400できると考えて良さそうです。4番目、不動の心。これ注目スキル。マップ上限定で全ての被ダメージ 20% カット。強い。自分の部隊の兵数が 60% になった時、1時間に最大で1回まで5000回復。えぐい。で、回復後8秒間攻撃 40% 減るけど全ての被ダメージ 40% カット。これコンスタンティヌスのスキルに似た感じだけど、これは硬い。限定とはいえ被ダメージ 60% カットで通常ダメージに至っては 70% カットだし、こりゃ黄昏も間違いなくざわつきますよ。それで副将の場合、この回復の 80% で4600相当のダメージが出るのかな。これが狙って出せるようなら高性能ですよね。オシリスや戦況によってまた違いますが、通常はこれが発動したら撤退を考える運用になるかと思います。そして覚醒スキル。真珠の心。回復後3秒間防御 10% アップ、通常攻撃ダメージ 20% アップ。これは常時ではないですが高頻度でかかってそうですね。特に良いところの総評です。3番目4番目のスキルが野戦用のため、やはり野戦専門で運用を考える指揮官でしょう。最高のスキルダメージも魅力ですが、やはり攻撃と回復持ちの副将運用がベターだと思われます。その硬さを生かした活躍に期待ですね。不確定ですがタイミング次第で大ダメージを出せるチャンスもありそうだし、黄昏は間違いなく最強の座を争うくらいの指揮官になると思います。ペアですが諸葛亮、P アルミニウスや P ブーディカなどが候補として上がるでしょう。狙われやすい諸葛亮を固くして長くダメージを出してもらう運用や、 P アルミニウスは硬さを生かし長くとどまれるバッファーとして、P ブーディカはダメージカットや回復によるダメージの期待値があります。どの指揮官に合わせても活躍が期待できそうですね。いかがでしたでしょうか。弓防衛というと短命な印象が強いですが、今回こそはと期待が高まります。野戦に対してもすごく強い弓指揮官を待っていた方にはワクワクするような情報だったんじゃないでしょうか。まあいざ実装されてみたら期待と違うなんてことも多々あるので分かりませんが、リリスがアニバーサリーとして発表した指揮官ということなので、ここは期待して待ちましょう。ここまでのご視聴ありがとうです。よければ高評価、チャンネル登録していただけると励みになります。また皆さんの感想や
考えられる良さそうなペアリング、運用方法など教えていただけると嬉しいです。コメントはできるだけ返信していきたいと思っているので、皆さんぜひ残していってくださいね。ではでは、おつぷはまたです。